あなた、また証拠りもなく海外に憧れて、ため息をついていたわね。いい加減、その甘ったるい幻想を捨て、現実を直視する時が来たのよ。でもメタン、海外は本当に自由で楽しそうってみんな言ってるのだ。その自由、あなたの命と引き換えって、ちゃんと知ってるかしら？なんでそんな怖いことをいきなり言うのだ。日本ほど安全で快適な国、世界中探しても本当に存在しないのよ。本当にそうなのだ。なんだか自信がなくなってきたのだ。海外移住計画、まず1週間の旅行で現実を見てきなさい。命と引き換えって一体全体どういう意味なのだ。海外の都市で夜道を一人で歩ける自信、あなた本当にあるの？日本ならコンビニまでサンダル1枚で深夜でも余裕で行けるのだ。そう、その当たり前こそ日本の異常で奇跡的な治安なのよ。深夜の散歩なんて考えたこともなかったのだ。海外じゃ夜8時以降の外出は命がけの大冒険なのよ。海外都市の強盗発生率、日本の実に数十倍以上にも上ります。スマホを片手に歩くだけで即座に犯罪の標的にされます。それは僕には絶対に無理なやつなのだ。憧れる前にまず厳しい現実をしっかりと直視しなさい。日本では深夜のコンビニ帰りで襲われる心配ほぼゼロ。それは世界の常識じゃないのだ。治安指数ランキングでも日本は常に世界上位の安全国家。日本に生まれただけでものすごい幸運だったのだ。そう、生まれた時点で人生の宝くじに当たっているのよ。海外の犯罪映像、ニュースで毎日のように流れているのだ。でも海外は給料がとても高いってよく耳にするのだ。給料は高いわ。でも物価はその数倍以上に高いのよ。ニューヨークのラーメン一杯およそ3000円が相場です。家賃はワンルームで月およそ40万円かかるのが普通。それじゃ僕1週間も持たずに破産しちゃうのだ。日本のサイゼリヤ、奇跡みたいに安い価格帯なのよ。給料が高くても結局生活費で全部消えちゃうのだ。可処分所得の比較、日本は世界トップクラスを維持しています。日本の物価安定、長年デフレで奇跡的に維持されているの。ミラノフードリア、本当に夢みたいに安くて美味なのだ。その安さ、世界の旅行者にはとても信じられないの。日本の外食コストパフォーマンス、間違いなく世界トップ級。海外の同等店舗、日本価格の3倍以上が当然です。日本の食生活、本当に恵まれているのだ。毎日の幸せを噛み締めて生きるべきなのよ。牛丼が300円台で食べられる国、他にあるのだろうか。日本の食文化、世界の旅行者が憧れて殺到するレベルよ。医療の方は、海外はどうなっているのだろう。アメリカで盲腸の手術、なんと約200万円もするのよ。それじゃ僕、痛みと請求書で死んじゃうのだ。日本の国民皆保険、世界中が羨む奇跡の社会制度です。風邪で病院、わずか3000円程度で薬までもらえます。海外じゃ風邪で病院も諦める人が多いのだ。医療費破産、海外では本当に深刻な社会問題なの。日本の医療水準、平均寿命が世界一を証明しています。救急車も海外では呼ぶだけで10万円超えが普通。日本は完全無料、奇跡みたいなことなのだ。そのありがたみ、本当に分かってないのよあなた。救急医療の質も世界トップクラスを維持しています。いざという時、日本は安心の塊なのだ。救急車をためらわず呼べる、これも奇跡の一つなのよ。搬送時間の短さも日本は世界トップクラスの速さです。救急車の到着の速さも世界トップクラスなのだ。電車事情も海外の方が良いのだろうか。電車？海外は遅延と運休が当たり前の日常なの。ロンドン地下鉄、平日でも運休が頻繁に発生します。日本の電車、定刻通りの発車が当然の光景です。1分遅れただけで深々と謝罪するのだ。その正確さ、世界中が驚愕する超絶レベルなの。日本の電車、まさに芸術品の領域なのだ。海外旅行者が一番驚くのがこの時間の正確さなのよ。新幹線の遅延、年間平均でわずか数十秒以内の世界です。新幹線の事故率、開業以来死亡事故ゼロなのだ。落とし物の扱いはどうなっているのだろう。日本では財布を落としてもちゃんと戻ってくるのよ。海外なら財布は永遠に二度と手元に戻りません。僕の大事な菓子よりも無事に戻ってきたのだ。その奇跡的な事象、海外では絶対に起きないわ。日本人の道徳水準、世界が手本にすべき高さです。落とし物が戻る国、世界に他にあるのだろうか。この道徳心、日本人が誇るべき宝物なのよ。日本人の遺失物の届け出率、世界平均の数倍以上を誇ります。コンビニは世界中どこでも同じなのだろうか。日本のコンビニ、世界一の品質と利便性を誇るのよ。24時間営業、品揃え豊富、店内は常に清潔で快適。海外のコンビニ、品薄で店内も埃っぽく薄汚れています。日本のコンビニ、まさに天国の入り口なのだ。深夜にアイスを買いに行ける幸せ、噛み締めなさい。おにぎりも揚げ物も
何でも揃っているのだ。公共料金の支払いまでできる。コンビニは万能なの。日本のコンビニ文化、世界中の経営者が研究し模倣中です。公衆トイレの清潔さも世界では異常な水準なの。海外のトイレってそんなに汚いものなのだ。海外は有料が普通、しかも便座すらない場合もあります。日本は完全無料、温水洗浄便座まで標準装備しています。僕、海外じゃ我慢できずに漏らしちゃうのだ。その圧倒的な便利さ、当たり前じゃないのよ。駅のトイレが綺麗な国、世界に他にあるのだ。清掃員の方々の努力、本当に感謝するべきなのよ。日本のトイレ技術、世界の観光客を本当に感動させています。子供の一人歩きはどうなっているのだろう。日本では小学生が一人で電車通学するのが普通。海外なら誘拐リスクで絶対に不可能な行為です。日本の子供は本当に自由で羨ましいのだ。その自由、治安が分厚く支えているのよ。小学生の鍵っ子も海外では考えられない光景です。送り迎えなしの通学、日本では当たり前なのだ。この自由、海外の保護者には信じられない光景なのよ。海外の保護者は毎日学校まで車で送迎するのだ。水道水の事情は海外ではどうなのだろう。蛇口をひねってそのまま安心して飲める国は希少。世界で水道水が飲める国、本当にごくわずかしかありません。海外は浄水器かペットボトルが必須となります。日本の水道水、まさに奇跡の存在なのだ。蛇口の水で歯磨きできる幸せ、当たり前じゃない。料理にもためらわず使えるのはすごいことなのだ。水道インフラ、日本の技術力が世界一を支えているのよ。旅行で水を買う必要がない国、本当に貴重なのだ。接客の質も世界最高水準を圧倒的に誇るのよ。お店の人が本当に丁寧で優しくしてくれるのだ。海外のレストラン、店員は基本的にとても不機嫌です。チップを払ってようやく普通の対応がもらえる国です。日本ならチップなしで丁寧で感動するのだ。その文化的水準、海外では到底信じられない高さ。お辞儀されるだけでなんだか嬉しくなっちゃうのだ。おもてなしの精神、日本独自の文化として世界に響きます。日本のサービス業、世界の手本になるレベルなのだ。公園は本当に安全な場所なのだろうか。日本では子供を公園に置いて買い物だって可能。海外なら即虐待として通報、親はその場で逮捕されます。日本の親は本当に気が楽でいいのだ。その自由も揺るぎない治安があってこその贅沢。公園で安心して遊べる国、本当に貴重なのだ。この当たり前の幸せ、世界では決して当たり前じゃないの。公園の遊具まで清潔で安全に保たれているのだ。大災害の時はどうなっているのだろうか。日本では災害時でも秩序を完璧に保ち続けるのよ。海外なら即座に大規模な略奪行為が始まります。日本人は静かに並んで配給を辛抱強く待ち続けます。それは世界中の人々が驚愕することなのだ。日本人の精神性、まさに世界の宝物なのよ。助け合う心、日本人の血に流れているのだ。学校給食制度も世界に類を見ない素晴らしさ。給食、毎日美味しくて栄養満点で幸せなのだ。栄養士監修でアレルギー対応も完璧に万全な仕組み。海外ならピザとコーラが昼食の定番メニューですよ。日本の給食、本当に健康的で羨ましいのだ。子供の未来を給食から守る国なのよ。給食費の安さも世界では信じられないのだ。平等に温かい食事、これも日本の素晴らしい制度なのよ。給食費の月額平均わずか4000円程度の安さです。高齢者の暮らしも本当に安全で安心な国なのよ。おばあちゃんが一人で散歩できるのだ。海外で高齢者の一人歩き、強盗の絶好の標的となります。日本ではごく普通の日常的な光景となっています。僕のおばあちゃんも毎日安心で嬉しいのだ。お年寄りに優しい国、それが日本の誇りなの。長生きできる国、世界一は伊達じゃないのだ。孤独死対策も世界で最も先進的な取り組みなのよ。そして極めつけは日本のパスポートの強さよ。ビザなしと広告数、間違いなく世界トップクラスの強さ。日本国籍はまさに世界最強の身分証明書なのです。日本人として本当に得をしているのだ。それでもまだ海外に憧れたいというの。僕、すっかり目が覚めて深く反省したのだ。贅沢に揉められる国民は揉める権利を誇るべきなのよ。現実をもう一度言うわ。日本にいられる幸運を噛み締めなさい。次回もあなたが憧れる海外の現実を解剖してあげるわ。僕は日本から動かないのだ。チャンネル登録お願いするのだ。